つるくんです。2001年宇宙の旅に出てくるスペースステーション5のプラモデルを作ってきましたが、前回でだいたい組み終わった感じですね。今回はですね、一応最終回としてですね、おまけ的なところなんですが、一つはこちらのシャトルの方ですね。こちらの方を組んでみましたので、これをちょっとドッキングベイのところにくっつけていくのとですね、あとドッキングベイの方ですね。こちらはリア側のドッキングベイですね。こんな感じで赤色の LED を仕込んでいます。この部分にですね、独立型の LED のユニットを上と下と1個ずつつけています。若干光量が足らないような気がしますが、ほとんどリアが映らないので、こんなもんかなと。このドッキングベイの照明って実は2段式になっていて、手前と奥でぐるぐると帯状に照明がついています。これは映画を見るとですね、ドッキングベイの中からみたいなシーンがあって、そこら辺ではっきりわかるんですが、もう一つはステーション全体が映る場面でですね、やはりこの照明が見えてきてるんですが、リア側の照明については基本的には手前の照明は消えていて、奥の方の照明だけで赤くなってるという感じになっています。したがってこのモデルの方もですね、手前の照明については、つけずにですね、この一列だけの照明をつけるようにしています。こちらがフロント側のドッキングベイなんですが、前は後ろの一列だけの照明をつけていたんですが、やはり若干暗めだったということで、フロントのドッキングベイについては上側に2つ、下側に2つの4つの LED を仕込むことにしました。こんな感じで上2つ、下2つの照明をつけるようにしました。本来はこのぐるりと照明がついてるんですが、スペースの関係もあって上と下だけの LED にしています。なおかつですね、実際に映画で使っている宇宙ステーションのモデルっていうのは上と下だけしかついてなくて、サイドの照明がついていません。ここら辺はビデオかなんかで確認すると分かるようになっています。ただですね、内側からドッキングベイを映すカットについては当然4周ぐるりとですね、照明が2段でついています。こんな形でドッキングベイの照度を少し強化してみました。こちらのシャトルの方なんですが、真鍮線の先にですね、シャトルをくっつけてるんですが、この根元の方にはですね、磁石がくっつけてあって、で、実はこちらのドッキングベイの裏側にも磁石がついてるんですよ。で、この磁石同士をくっつけることによってですね、こんな感じで、ドッキングベイに固定することができるようになっています。シャトルの方はかなり小さめなんで、あまり目立たないんですけど、やっぱこれはぜひともやってみたいという部分ですよね。こんな形で少しシャトルがですね、ドッキングベイに入ってくるようなシーンを再現できるようにしてみました。こちらの宇宙ステーションの電飾については、当初からこの回転をさせることを目指していたので、電源をどうやってつないでいくかっていうのが、結構問題になってきます。で、一つはですね、こういった乾電池のユニットですね。こういった乾電池ユニットを使って電飾をしていこうというふうに当初考えていました。実際にはここに雲台っていう、回転台がつくんですが、それにこの乾電池を固定してしまえばですね、雲台と一緒にこの乾電池が回っていくということで、ずっと回転させられることが可能だというふうに考えていました。で、実際はですね、やっぱり乾電池だとどうしても明るさが足らないんですね。それと当然乾電池ですから、ずっとつけとくとどんどん電池が減って、暗くなっていくっていうのがあるので、電源についてはこういった AC アダプターっていうのがあって、こういった AC アダプターを使うことによって一定の明るさを保つことができるっていうこともできます。
ただしその場合ですね、ぐるぐる回転させるわけにはいかないので、基本的には固定して光らせるっていう感じですかね。どうしてもそれがメインになってしまいますかね。撮影用にですね、1回転ぐらいならこれでもですね、コードの長さありますんで、可能かと思います。あとこちらのドッキングベイについてはですね、磁石が裏にくっついてますんで、こちらの本体の方にですね、磁石で、固定することが可能になっています。こんな感じですね。あとは実際にどんな形で宇宙ステーションを回転させているかっていうのをご紹介します。こちらの宇宙ステーションをどうやって回転させていくかっていう話なんですが、このようなカメラ用のアームをですね、この雲台の方につけて、このアームを宇宙ステーションの方に固定していくという形になります。じゃあこの雲台自体はどうやって固定するのかっていう話なんですが、皆さんもこういったカメラ用の三脚って見たことがあると思うんですが、こういった小型の三脚がありますんで、これにですね、この雲台の方をつけていきます。こんな形で雲台に固定をすることができて、でカメラ用の雲台っていうのはこういうふうにいろんな方向に角度を変えることが可能になってますんで、この雲台に宇宙ステーションを固定すれば、上から撮ったりとか横から撮ったりとか、いろんな角度から撮影することが可能になります。では早速こちらの宇宙ステーションの方をですね、こちらの雲台の方に設置していきたいと思います。こちらの宇宙ステーションには第2回の動画で説明したように、中央に固定用のパイプが仕込んであります。この部分にこのネジを差し込みます。そうするとこのアームの方にがっしり固定することが可能になってます。さらにこの宇宙ステーションの方をこの雲台ですね、こちらの方に設置していきます。雲台の方にはこういったバッテリーが必要になってきますので、こういったものを雲台に設置します。あとはこういったスマホでこちらの雲台の方をコントロールすることが可能になっています。ここにパンって書いてあると思うんですが、これを回すことによってステーションの方が回転するというふうになります。もちろん反対方向にも回転させることが可能になっています。で、先ほども言ったようにですね、こちらの角度を変えることができるので、これをこういうふうに持っていって、このような形で宇宙ステーションの方を電動の雲台に固定して、それを三脚に固定するというのが今回の回転のシステムになります。やはりこの電動の雲台を使用することによって宇宙ステーションの回転を非常にスムーズに行うことが可能になっています。こちらキットに付属の台座の方ですね。もともとはこういった白い成型色なんですが、黒で塗装してみました。あと文字に関してはシルバーで少し色をつけています。やはり台座の方は少し塗装した方が見栄えはすると思うんですが、結構ですね、キットの方は安定しておける台座になってますんで、是非ですね、塗装してですね、完成したキットを飾っていただければと思います。このキットを作るにあたって映画の2001年宇宙の旅をですね、何度も見返したんですが、最初に出てくる宇宙ステーションのカットでは、宇宙ステーションは時計回りですね、右回りに回っています。ところがシャトルのカットからまた宇宙ステーションのカットに戻るとですね、その次に今度左回りに回ってるんですよね。これはどういうことなんだろうっていうことで、結構海外のモデラーの方もですね、その点結構突っ込んでましたね。これはおそらくこのキットを回転させようと思ってる人にとっては、必ず突き当たる、問題なんでしょうね。今まで
この完璧主義者と言われたキューブリックですね。そこを結構こう突っ込んできてる話ってあると思うんですけど、このことに触れてるっていうのはあんまり聞いたことがないですね。おそらくこのことに気づくのってこのステーションを何らかの形で再現しようとした人が、基本的には気づくんでしょうね。なかなかプラモデラーがこういったところに気づくっていうのは面白いかなと思います。でまず最初のこの左回りになったカットって上下が逆転してるんですね。だからおそらく画面を反転させた段階で回転が変わったのかなという気がします。その後それに合わすために左回転にしたのか、そこら辺はよくわからないんですけど、おそらくこの宇宙ステーションのキットっておそらくこの宇宙ステーションって固定をするのにフロントで固定するかバックで固定するか、そういった形で撮影してたと思うんですね。だからかなりややこしい撮り方をしていたんだと思います。そこで結構矛盾が生じてきたのか、もしくはその背景と合わせてなんですかね。そういったものを考えて、回転を変えたのかっていうところなんでしょうね。画面のその上下や左右の反転を行ったことによって矛盾が生じてるんじゃないかっていう邪推をですね少ししてみました。こういった映画の矛盾点をプラモデラーが発見するっていうのはなかなか面白い話ですよね。私も映画を何度も見直しているうちにですね、あれ変だなとか初めて気がつきましたね。今まで何度も見てるはずなのになんで気づかなかったんだろうっていうのが不思議なぐらい自然な映像なんですよね。そこら辺がとっても不思議なんですけど、なんか模型作っててこういう発見するっていうのはとても面白い機会でしたね。今回このステーションを作るにあたって、結構動画出してきたんですが、一応これで、完結ということで、またですね、違ったものを作っていきたいと思いますので、皆さんですね、懲りずに見ていただければと思います。では今回の動画は以上となりますので、次回の動画でお会いいたしましょう。